はい、地球の模型なんじゅです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。今回ね、すごい豪華ですね。そうですね。アルゴファイルジャパンの西村社長とマジスクの生みの親の伊藤良一さんに来ていただいております。どうもよろしくお願いします。はじめまして。遠かったと思いますが。もう遠かったです。乗り継ぎ何回されました？まあ車で来て飛行機乗ってまたレンタカーですからね。できてですよね。もう田舎から田舎は大変でした。神様のいるところから。もう本当にありがとうございます。はい、早速ですね来ていただいてということでマジスクのお二人でその間に一体どういうことがあったのかというか、もともとは三重のカフェダイヤさんで、イベントをやった時に初めましてして、そこでは深いあれはなかったんですけども伊藤さんから封筒が前触れもなく届きましたね。開けたら新しい着丈の形を考えたので、ぜひ商品化してほしいっていう、一応うちもいろんなモデラーの方とか原型師の方とか展示会とかでこんなの欲しいんだよねみたいな立ち話とかねうんぬんかんぬんでアイディアいただいて商品化したりとか、そういうやり取りはもちろんあったんですけど、企画書そうですよね。そうですよね。しかもA44 枚にわたる綿密なる企画書をいただいてびっくりしまして。それは初めての経験だったんですか？いや初めてですよ。そうですか。びっくりしました。どうせ書くんならしっかりしたものを書こうっていうのもありましたし、この情報量ですからね。僕企画書の作り方習ったことあるんですけども、ものすごいちゃんとした企画書ですよね。図面とで試作品とどういうふうに使うかの写真まで全部含めて載っててですよね。いやもともと1本その彫刻刀で今日持ってきていただいてるんですよね。自分で改造して使っておられたってことですか？これが最初の1本です。この彫刻刀のこの刃を落として削ったってことですか？削って、自分でねプラモデル作ってる最中にこんな刃の形の工具が欲しいなと思ったんで、自宅にあった彫刻刀をガリガリ削って自作したのが最初のこれなんですけども、これひょっとして商品になるんじゃないかなというちょっと横島な考えが横島じゃないです。全然横島じゃないです。ひょっとしたらお金になるかなとちょっと思いついちゃったもんですから、この年なんで今更書く恥も何もないなそういった感じでもう思い切ってガーッと書いて、でバッといろんな工具メーカーさんに送ったんですけど、アルゴファイルさんが反応していただいてなんやかんやって、うちこんなの大好きですからね。まず物が見たいっていうことでこれお借りして、いやこれ絶対ジルコニアっていうかセラミックで作った方が面白いぞっていう話になって、どうしても金属のものだと使ってるうちに刃がなまるっていうのがで切れ味が良くなくなるっていうことあるけど、ジルコニアは本当に耐摩耗性がいいので、買っていただいたうちとしては2本目が売れなくて困るんですけどでもやっぱりいいもの出したいんだね。あとね、刃物のいいやつはね量産が効かない。ジルコニアで作った方がちゃんと作れる。ぶっちゃけの話コストもやっぱりどうしてもやっぱり刃物でいいものを作るとなると最後の仕上げは職人さんにやっていただかなきゃいけないので。なるほどなるほど。なんでもともとそのアルゴファイルさん持ってる技術とそのアイディアがもうガッチャンコしたような感じなんですね。結局やっぱり伊藤さんがこれですねって言ったのが一番加工の金額高いやつ。それはやっぱりいろいろ使ってみて。そうだよね。その時送ったやつがこれですね。これがその手元にこれが4種類ぐらいあったんですけど、見た目は同じだったんですけども、この刃の研磨の具合が違うっていうことで、試してみると確かに削れ具合が全然違って、で良さそうなのを2本選んだらそれが高いやつだったということでこのまま出そうと思ってたんですよ。っていうふうに言ったらもう伊藤さんが「いやこの絵はちょっと」なるほど。ちょっとねここが細い。そうちょっとこれ見てもらうと分かりますけど、やっぱこうも握るようなんで太いんですね。彫りも深くてこう持ってると痛いんですよ指が。それでもうちょっとなんとかなんないかなというふうに。じゃあ伊藤さん絵の方もデザインしてくださいよっていう無茶ぶりをしてデータで上がってきて、実際これでも使わせていただいて、こりゃいいわって話になって。だからもう細い部分が多い方がいいということですね。最初にイメージしたのが一般的なデザインナイフの形なんですよ。カンナ掛けでみんなやったりするじゃないですか。ガリガリ。そうですね。そのままシューッとあれやっちゃうともうすぐダメになっちゃうんですけども、あれを永続的にできる工具ができないかなっていうのが最初に作ったこれだったんで、ここの辺りの細さとかこういう持ちやすさっていうのはちょっとこだわったんですね。それでこれを
見てその完成したのがその完成形ですね。マジスクですね。まあこれですね。そうですね。そう金型もちゃんと起こしましたよ。うち新商品出す時の大体基準ロットっていうのがあるんですよ。はい、なるほどなるほど。売れると思ったし、あとまあジルコニア貼ってやっぱり量産しないと安くならないんで、だから通常の5倍作ったんですよ。はい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 。もう5倍作ったからまあこれでしばらく持つだろうと思ったら瞬殺でなくなってしまったので、いやそうなんですよ。本当に皆さんにはご迷惑かけてると思って。僕も問屋さんから電話で「すいません安藤さん仕入れるってポスト見てるんですけどカットで」って言われて「カットするの?」って思って本当に申し訳ない。普段の5倍だって作っておられるわけですから5倍作りました。それでも足りないっていうのはホビーショーであんだけ反応あると思わなかったです。ホビーショーの後もそうだし、一般発売日の後もそうだし、まあエゴサが大変。そうですよね。全員上がってくるんだもん。想像以上にいろんな方がやっぱ使っていただいてる感じがして、結構突っ込んだモデラーの方に刺さるものなのかなと思ってたら、それこそ本当にニッパーで切った後マジスク1本で OK みたいな風にして使ってくれる方もすごく多くて、伊藤さんがYouTube にそこら辺のところは動画上げていただいてるので、そちらも参照していただけると概要欄にぜひリンク貼っていただけると。切るだけじゃなくて押す使い方ができるようになってるんですね。これが結構特徴だと思います。この先端の細かさがいわゆるディテールの修正とかモールドの彫り直しがすごく便利っておっしゃっていただく方も多い。縦にして押すこともできる、手前に引っ張ることもできるってこと。もう横もいける。だから視線角みたいになってるから。ジルコが当たるところはもう全部角は全部使えるんですよ。これ転がらないでいいってみんな言うね。ああなるほどなるほど。転がらない。そうなるほど。でも考え抜かれた商品ってことですね。この後ろのここも伊達ではなくて、まあ引っ掛けるのはもちろんですけども、多少なりとも後ろは軽くしたかったんで、ちょっと削った。それで細くなってるんですよ。最初の試作はこのままくるっと丸かったんですよ。使ってみるとちょっと後ろ重いな、引っ張られるなと思って、でもこう持ちたいのでこの長さは変えたくなかったんですよ。それでその話初めて聞いた。初めてでしたねこれ。すごい。でそのためにちょっとでも後ろを軽くしたかったんで、ここをちょっと大きく細いです。伊藤さんのところには一番最初話してた時は全然名称は違う名前だったんですよね。これどういう意味なんですか？マジスク。マルチジルコニアスクレーパーの略してマジスク。で社内でコンペみたいな形でやって出てきたやつがマジスクだったんですけど、マジスクすごく4文字のねやっぱ名前キャッチーだからいいなと思ったんだけど、マジスクはエゴサができない。点が点が入って初めてエゴサができる。だから点忘れないでくださいね皆さん。つぶやきに絶対に点を忘れない。伊藤さんのアイディア、うちのそのジルコニアの技術があって、名前のキャッチーさもあって、その SNS 部隊のプロモーションの頑張りもあって、全部が合致してこのヒットになったっていう感じですよね。もうこの前の営業会議みんな褒め合いですよ。いい名前つけたね、いいデザインしたね。みんな褒め合い。各部署たちがちょっと面白かった。ちょっとニッチな工具だなというふうには思って、それで恐る恐るお願いしたんだけども、意外とそういうふうに初心者の人であったりとか、他のジャンルのミニ四駆であったりアクセサリーとか手芸の方、この展開は意外でしたね本当に。うちもびっくりしました。いやすごいですね。可能性がだっていろんな可能性がある商品ってことですもんね。すごいですよ。段ボール開けるのめちゃめちゃ楽ですよ。そうなんですね。じゃあうちも荷物届いたらこれでいい。今もうこの誕生秘話でだいぶお話聞かせてもらったので、このマジスクの性能紹介っていうのはまたじゃあ別動画で撮らせてもらえれば、ありがとうございます。引き続き話聞かせたらと思います。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。こんな終わり方でわかんないですけど、よろしくお願いします。ラップぐらい食べました。